皆さんこんにちは。ギターカブトです。本日はアコースティックギターのプリアンプ DI の定番中の定番 LR バックスのパラアコースティック DI を説明書に基づきながら私なりの使い方を徹底的に解説します。音作りのデモンストレーションも行いますので、この機材を持っていない人も別のシステムで音作りをされている方にも参考になると思います。このチャンネルではアコースティックギターや関連機器のレビュー、弾き比べを行っています。よろしければ高評価、そしてチャンネル登録もお願いします。また皆さんからのコメントもお待ちしています。アコースティックギター音楽をみんなで盛り上げていきましょう。ちなみに今回は視聴者さんのこちらのコメントに答える形で動画を作成しました。私はアマチュアの立場でプロではありませんし、演奏にもあらがありますが、だからこそ参考になる部分もあるかもしれません。少しでも皆さんのお役に立てればと思います。なぜこういったプリアンプや DI が必要か、なるべく短く説明します。アコースティックギターの音を増幅して出力する際の選択肢として、アンプから出力するというのが一番単純ですが、重たくて持ち運びが大変だったり、場所によってはスピーカーへの信号を送るためにマイクを立てたりケーブルでつないだりと、結局さらにたくさんの機材やケーブルが必要になります。ギターから直接ミキサーに送るには距離がありすぎてノイズが乗ってしまう。そこでこのプリアンプや DI でノイズに強いバランス出力、ローインピーダンス信号に変えて新鮮に長距離でも送れるというわけです。食べ物で例えると、お肉や魚やお野菜を冷凍・冷蔵して新鮮さを保ったまま長距離輸送できるイメージです。演奏する会場にミキサー、スピーカーといった PA 設備があれば、この DI 一つでアコースティックギターの音を出力することができます。DI というのは Direct Injection の略で、直接ミキサーに信号を挿入できるという解釈で良いかと思います。このパラアコースティック DI の特徴は、音質がクリアでピックアップの音をそのまま伝えること。そして機能がシンプルでコンパクト。そしてイコライザーを細かく操作できることだと思います。それではここからは実際につないでみて音作りをしていきながら、それぞれの機能を解説していきたいと思います。使うギターは J45 で、ピックアップは LR バッグスのリリックです。こちらをパラアコースティック DI につないでミキサーに送り、そしてスピーカーを鳴らしてマイクで録音します。すべての EQ をフラットにした状態でスタートします。あくまで私の考えですが、EQ で周波数を持ち上げるのは最終手段と考えていて、出過ぎた周波数をカットするということが多いです。つまみを調節する範囲は時計で言うとだいたい2時から10時ぐらいの間を意識します。もちろんこれより外れてしまうこともあるんですけれども、だいたい12時から少しカットするとか、12時から少しブーストする程度に留めておきます。音作りのイメージですが、私は一本の大きな木をイメージして、その木の余分な部分を剪定していくというイメージを持っています。いらない部分を削って、最後にどうしても欲しい部分だけを上げるといった感じです。接続の際に気をつけるのはゲインです。こちらにゲインのつまみがあります。私の手持ちの機材は電池のあるアクティブピックアップばかりなので、だいたいこの位置ですが、電池のないパッシブタイプの場合は説明書を参考にしながら調整してみてください。まずはローですね。こちらは 85Hz 周辺の重低音域を調整します。木でいうところの根っこ。それも地面の下の見えない部分のイメージです。地響きとか
胸に響くような低音のイメージです。今のリリックではちょうどいい感じかなと思っています。もう少し足してみてもいいかもしれません。少し足してみます。ベースや他の楽器と混ざる場合は大幅にカットして使うこともあります。逆にフィンガースタイルでマグネットピックアップを使うときにはブーストさせて迫力を出させるということもあります。次にノッチコントロールですね。これはこのプリアンプの最大の特徴と言えるのではないかと思います。98Hz から 247Hz の帯域をコントロールします。木のイメージで言うと、地表面に出てきている根っこや幹の部分、そこから分かれていく太い枝です。コードのルート音ですね。説明書ではフィードバック対策のためにデザインされた機能です。例えば特定の弦がフィードバックしたり、ギター全体がブーミングサウンドになっている時に、その問題となっている周波数帯域をカットするときに使用しますとあります。実際にやってみましょう。まずノッチノブをプラス側の最後まで回します。そして A、D、G、B と表示されているノブを回しながらフィードバックやブーミングサウンドが一番大きいポイントに合わせます。フィードバックが発生しました。このフィードバックをしている帯域を少しカットするということですね。このギターの場合 F シャープの音でフィードバックが発生しました。これはフィードバックの気配が全くない時にはわざわざする必要はないかと思います。特定のコードのルート音でハウリングした時にこちらのG、A、D、B に的を絞って帯域をカットすることができる。そのような使い方です。他にもノッチは EQ としての使い方も考えられます。B の間、約 200Hz の場所に設定してややカット気味にすればブーミーまたはマッディサウンドを避け、よりクリアな音作りができます。逆にこの帯域をややブーストすれば薄い痩せた音のするギターがよりアコースティック的な温かい音になりますとあります。弾き語りの時なんかに良さそうですよね。次はミッドレンジコントロールですね。400Hz から 1.6kHz、16000Hz のポイントを選んで調節できます。木のイメージで言うと枝です。人間の手足ほど太い枝もあれば、お箸や爪楊枝ほど細い枝もあります。この余分な部分をカットしたり、ブーストしたりするイメージです。説明書では、中域のレンジを可変設定し、温かみを持つ帯域から聴覚上の中高域までをコントロールします。400Hz 周辺をブーストすれば、より温かみのある音。800Hz から 1.6kHz の帯域をカットすれば耳障りな中高域を抑えることができます。多くのアコースティックギターはアンプを通した時に 1000Hz あたりの帯域が出すぎるため、このポイントでややカットすると有効な場合が多いのです。この J45 とリリックの状態でも割と上寄りのミドルが出すぎているように思うので、
思い切ってカットしてみると、いい意味で武骨なサウンドになってアコースティックギターらしさが出ると思います。ミドルを削ってみます。1000Hz のあたりを削ってみましょう。もう少し上の硬い部分の帯域に移動させてみます。次にプレゼンスコントロールです。これは木でいうところの木の肌のゴツゴツ感のイメージです。サルスベリのようなツルツルな木もあれば、クヌギといったゴツゴツとした木目もあって、その木を特徴づけていますよね。ギターもこの部分の帯域がどれくらい出ているかによって、そのギターらしさが決まっているような気がします。一言で言うと、ゴリゴリ感、カリカリ感の調整と言えるかもしれません。説明書では、シュッ、またはシッといったシンバルが鳴っている時の帯域です。PA のホーンスピーカーがきつく強調された音の時は、ややカット、また逆に鳴りが弱い、またはぼやけている時はブーストします。とのことです。このギターの場合、少し下げてみますね。逆に上げてみます。やはり少しカリカリしすぎるような感じがします。思い切って全部下げてみます。これでもいいくらいですね。やはりこの J45 らしさを出そうとすると、プレゼンスはだいぶカットした方が良さそうです。リリックの方でもプレゼンスコントロールというのがあって、そちらも割とカットした状態です。次はトレブルコントロール。10kHz、10000Hz の帯域を調整します。木でいうところの葉っぱの表面、ツルツル感や産毛のような感じ。木の表面に張り付いた苔や霜のようなイメージを持っています。説明書では一般的に言われているエアー感、または凍りつくような帯域をコントロールしますとあります。少しいじってみます。
トレブルをだいぶ絞ると武骨な J45 感が出るような気がします。今度は逆に上げてみます。だいぶシャリシャリしたような感じに聞こえると思います。やはりここはカットして J45 らしさを出していきましょう。もちろんこれは演奏スタイルの問題でもありますので、もう少し綺麗に聴かせたいなという時はトレブルやプレゼンスを上げればいいかなと思います。なんだか EQ の設定についてはカットばかりになってしまいましたね。リリックについてはかなりカリカリ感、シャリシャリ感、明瞭な音が出るピックアップなので、このような設定になりました。ここまでがパラアコースティック DI の目玉、EQ の説明です。あとはボリューム。そしてミキサーからファントム電源が来ている場合はこちらの緑のランプが点灯します。ついこの間まで同じつなぎ方でつないでいてついていたのですが、なぜか最近つかなくなってしまいました。ファントム電源なしで使う場合はこちらから9V のバッテリーを入れます。ほとんど使っていません。そしてこちらがインバートスイッチ。このボタンを押すことでプラスマイナスの位相を反転させます。ボタンが出ている状態でインプットの信号とインフェーズ、通常の状態です。ボタンを押すことでアウトオブフェーズ、つまり位相を反転させて低域部分のフィードバックを抑えることができます。このインバートスイッチのみでフィードバックが改善されないときは前述のノッチコントロールを併用します。位相を切り替えるとライブでの使用時やレコーディングでの他の楽器とのアンサンブル時に音が埋もれることなく効果的ですが、同時にギターの音質も多少変わることを考慮してください。その空間や他の楽器との共鳴で起こってしまうハウリングに対して周波数の波を反転させることでハウリングを抑制したり音の埋もれを防げます。そしてこちらがアウトプットですね。こちらはアンバランス信号でバランス出力と音としては同じ信号が出ています。私はこちらをチューナーにつないでいますが、アンプにつないで自分用のモニターにすることもできます。そして FX ループのジャックです。このジャックはステレオのタイプで生音に並列でリバーブ、コーラスや他のエフェクトをブレンドすることができます。ステレオプラグで反対が Y タイプの2つに分かれたモノラル仕様のケーブルを使用してください。ステレオプラグの先の部分はセンドでエフェクトのインプットに、もう一つの部分の信号はリターンでエフェクトのアウトプットにつなぎます。エフェクト信号のボリュームは使用する外部エフェクト側で調整します。センド側、後は EQ、ボリューム、インバートスイッチなど全てのコントロールより前の段階で
パラアコースティック DI 本体のプリアンプからダイレクトにアウトされます。こうなることで原音を生かしたアンバランストタイプのダイレクト音を効果的に使用できます。本体上のコントロールには全く影響されない状態で使用できるわけです。私の場合はこのモンスターケーブルの分岐ケーブルを使ってエフェクター類をつないでいます。コンプレッサー、ループステーション、ルーパー、そしてクラウドバースト、リバーブですね。アウトプットからチューナーにもつなげます。PA ミキサー側でかけられるエフェクトはミキサーに任せてもいいと思います。ただし自分一人でライブをするという時もありますよね。そういった時には自分でこのようなエフェクターを用意すると良いかと思います。こちらのエフェクター類、簡単に説明すると、コンプレッサーは音の粒立ちを揃えるため、こちらのループステーション、ルーパーはパフォーマンスにも使えるのですが、私の場合は練習用、さらにサウンドチェック用です。これに弾きたいフレーズ、これから発表するフレーズを録音させて、再生させている間にスピーカーの音を聞きに行ったり、EQ を調整したりして狙い通りの音になっているかを確認します。別にこれはなくていいんですが、あるとかなり便利です。あとはリバーブですね。それぞれの機器については別動画で詳しく解説します。ざっとこんな感じで音作りをして楽しんでいます。次にテイラー710のフィッシュマンレアアースブレンド Q タイプ、マグネットピックアップを半分、マイクを半分で音作りをしてみます。
続いてマーチン D35 と LR バックスのアンセムの組み合わせです。いかがでしたか？バンドで演奏するのか、弾き語りなのか、ソロギターなのか、状況によって目指すサウンドが違うと思います。それぞれの状況、演奏スタイルで良い音を探してみていってほしいと思います。私はこんなセッティングをしているよとか、こんな工夫をしていますというようなことがあれば教えてください。それではまたお会いしましょう。さようなら。